皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。珍しいもんが入りました。何かわかりますか？自分も一瞬見た時びっくりしました。これはもうこの点々の模様からしてデビラ5スポッテッドデビラ6個あるな。でも玉肝臓ビラメでしょこれ。こちらがそうです。玉肝臓ビラメ。この違い珍しすぎる。そして一番の驚きはですね、デビラって右なんですよね。左、驚きの左、顔の形が違う上に なおかつ目が違う。目が違うから顔の形が違うのかというか体も違う。初めて見ましたこんな。ヒラメと思うかもしれませんが、もう色も違うし、この点々の模様からしてもデビラですね。間違いない。色がもうデビラです。なんかあれですね、日本海にいるカレイみたいな感じの。たまにこういうのスーパーで売ってますけど、初めて見たので食べてみたいと思います。出来上がりました。食べ比べてみます。食べ比べても味は一緒と思いますが、自分はここ好きですね。ここちょっとマニアックですけど、ここ美味しいですよね。あ、うまっ。デビラうまっ。普通にうまいっすね。普通にめちゃくちゃうめえな。先日これちっちゃいやつ唐揚げにしたらほんまびっくりするぐらい美味しかったですね。美味しい時期なんでしょうね。真夏になったらダメですけどね。いただきます。デビラっすね。皆さんご存知デビラの味です。もう一種類いるんですよね。この点々のないやつとね、点々のやつはね砂地にいますね。点々のないやつがダメ地にいますね。ではこちらの左目のデビラ、点があったので間違いありません。これもデビラだと思います。一番美味しいとこからいっておきましょう。うまっ。肉厚ですね。これ太っとるだけなのかな。いやヒラメじゃなかろうな。本当に他の方にも見てもらったんだけど、もう全員口を揃えてデビラでって言ったんで、もうデビラだと思います。いただきます。アイノコ？食感がデビラじゃないなこれ。こっち行ってみます。これヒラメ？食感ヒラメですねこれ。食感違う。太ってるからなんかな。こっちの方が明らかに歯ごたえ強いですね。デビラってどっちかとそんな歯ごたえないような。これがデビラやな。味もデビラやし、歯ごたえもデビラ。これ違うな。この肉の盛り方からしても、でも色も模様もデビラだったんですけどね。ハイブリッドでしょうか。そんなんおるんかな。可能なんですかねそんなの本当に。でも食感違う。これもヒラメに近い。ヒラメだったら柄がついたヒラメ。どっちにしてもハイブリッドですよね。点々があるし、そんなヒラメ見たことないですよ。で色もなんかヒラメだったらもっと真っ黒ですよね。真っ黒か黒いですよね。茶色だったですからね。同じような感じの。これは食べた感じはヒラメですね。わからん。何だったんでしょうかこいつは。で結局魚何だったんでしょうね。多分デビラだと思うんですけど、前回の撮影の時にこっちが多かったんで、今日もこっちがおったらいいなということで沖行ってみます。今満潮へ向かってる状態なんで、今日は下り潮からスタートです。今がちょうど一番干潮の時間帯です。今から3時間下り潮があります。ですね。カニ2番もちゃんと入ってますね。今年はここカニおらんと思いながらずっともう2週間ぐらいやってるんですけど、多分今日もこの1枚で終わりじゃないんかなと思いますけどね。あとはやっぱガラエビ、これがいてくれるのが一番いい。予想外に1番目からめちゃくちゃ良かったんですけど、驚いてます。このハモなんか綺麗です。これも綺麗やし、カニはおるし、ガラエビもね取ってみましょう。これも綺麗ですね。これはこれも綺麗やな。ガラもめっちゃ多いし、ガラすごいな。ガラもねもうさすがに取って減ってきたんですけど、今日はなんか多いですね。こっちもおるし、
かして増えたんかなこれ。1番目ってね多分いないんですけどね。欲しいもんで足りないものは赤下ビラメぐらいでしょうか。潮がねもうだってきてるんで、大潮終わったんで魚っていないかなと思ったんですけど、予想外にいい量でびっくりしましたね1番目。まあ続いてくれることを祈りましょう。あんまり柄濃いとこじゃないんですけど、これだけかなりいいですね。もう拾う時に酔ってるんで、小エビも小エビってほど小さくないですけど、中がこれだけ、大がこれだけです。今日もゲソにびっくり。でっけえ、重い。痩せてるかと思いましたけど、ちょっと一瞬へこんでるんで、そうでもない。肉はそうでもない。驚いてますね。ちっちゃいか。おお、2つ。これはもうサムネでしょう。これはちょっと驚きですね。本当にびっくり。これただ今下り潮なんですよね。下りだからいいのかもしれませんね。毎日下りがいいんで、この後あと2時間もすれば上りになるんですけど、そこでどうかですよね。それにしても最初の2番ちょっとこれは驚きの、あっちにも拾えそうなやつが、本当に最初にも驚きですねこれ。忙しや。ヒラメいいもん食べてますね。こんなでかいですね。お前も食うとんな。よかったっすわ。網の上に落ちなくて。あれだけいなかったカニがどっから湧いてきたんですかね。ここに来てからあんまり取ってないんですけどね。たまたまそういうカニがいるような潮なんでしょうかね。じゃあちょっと魚消えましたね。今日1つ目の赤ゲタ。自分の中では冬よりこの赤ゲタ、2つ目2ついた。冬より今の方が美味しいですね。いつも1日1枚しかいないカニが今日はもう4つ目。すごすぎる。もう入ってますね。入ってる。これが一番大きかったかな。急に来ましたねゲタ。しかもでかいよ。姫来ましたね。上り潮になったら来るかと思ってたんですけど、まだなってませんが来ました。でかぼちも非常にいい感じで調子いいですね今日は。ずっと同じとこやってるんですけど、時間帯によってね入るものが変わってきますね。ガラは順調に、最近毎日食べてますね。おお、でかい。おお、もうすでに5つ目。すごいですね。しかもオスのいい方のカニ。時期が時期なんで動画も見え始めましたね。ガラス令和のスクラップね。
と上り潮なんで、上り返しはまあいいかもしれませんけど、上りが行き出したらどうなりますかね。そこだけが問題ですね。ガラもすごい相変わらず。車綺麗ですね。夜だけね光りますね。もっと気づかんかった。今まで一体どこにいたんですかね。この広告に抱えてるやつさえ一日に1匹も見ないぐらいだったんですけど。よいしょ。塩のとろみになりましたけど、なんとまだ入りますね。とろみはできればいてほしかったんで、あととろみはやっぱりさすがにガラめちゃ多い。潮が走ってないとですね、道具がやっぱりちゃんと地につきますんで、動かずそこにいるようなものはやっぱりよく入りますね。予想通り上りになったら2目が入り出しました。ただ今日驚いてるのは本当にカニがいることですね。先週は毎日1ついればいい方でした。ハモが消えましたが、おそらくハモも潮が行き出したらまた入り出すんじゃないかなと思います。おるやん。でもいいものがあんまりいませんでしたと言おうとしたら、網の中に一生懸命網に捕まってくれてました。それ何匹目？7匹目ですかね。行き出したらハモは入り出しましたけど、こっちがいませんね。あまり見たことないですね。今日やたら冷た貝多いですよね。ちょっと柄が違うと思うんですけど、冷た貝ね、ここいるような海域じゃないんですけど、今年は見えてますね。やっぱり上りはまあ予想通りですけどあんまり良くない。でもこっち2本のおかげでなんとか。やっぱり下りの方がいいですね。よいしょ。では頑張って残り3杯やって帰りたいと思います。夜中は暑いです。夕方が涼しいだけで夜中の方が暑い。人手の中におるんかなと思って人手の中通ってみたんですけど、やっと1番目ぐらいねこっちが入りましたね。吉野こち本は吉野こちです。寄島に向けて漕ぎながら帰ってラストです。
おお、今日はカニの日でしたね。本当にずっといなかったんですね、ここ。ではこれにて帰りたいと思います。上り潮がちょっと何番か良くない網が来たんですけど、前半の下りが良かったんで今日はいい量ができました。じゃあ帰ります。お疲れ様でした。うわ、でかっ。このでかさすごいね。生きとるでしょうか。あ、生きてる。よかった。おお、太いがわりかし。実はこれより大きいのがもう一個いたんですけど、上がってしまいまして。あらまあ。でもまあ水温高いけんな、もうしょうがねえな。1月なので、1匹生きとっただけでもラッキーです。頑張ってもうちょっと生きてください。これからはまあ何も生きなくなるでしょう。それと先週ずっとカニ一つとかやったやん。毎日。おお、まだ出てきた。どこにおったのかわからん。おお、こんなにやった。びっくり驚き。こんなでかいな。今ここ入ってますか。入ってますね。まだなんとか入っておりますね。もうでもラストかな。驚きでした。でか。ただちょっと先週よりこっちが今日は少なめです。はい。ガラゲッターはいつも通り。はい。以上です。はい。じゃあ頑張りましょう。どれが孫ちでしょうか。これって言ったら一番笑いが取れます。ほんまに二択じゃろう。マジでこれ正解です。孫ち、吉野ごち。吉野ごちの何が違うの。これ横線がないんよな。これね、すれとるけん見えんけど、これあるじゃろ横線が。まだ生きとるけど、これないんよな。そうなん。白こちって言っとるけど、稲ごち。点々が。メバチとかメッパリとかワニゴチとかってみんなもう適当にみんなおるけどな、好きなように。点々が。稲ごちですね。これエビンキで6兵衛。さすがそれは間違えんな。大きさが出て。これをちょっと今日は食べてみたいと思います。はい。皆さん今日もハードワークお疲れ様でした。これなんて読むかご存知ですか。兵庫県の方はね読めると思いますが、しそうって読みます。実はここから近くはないですけど、ツーリングとかにはちょうどいい距離です。しそうのお酒です。しそうの地酒、古酒全自動、5年間蔵の中で熟成させた古酒、琥珀色した無ろ過でまろやかなコクのある一品です。白ワインのような熟成感の味わいで二日酔いしにくく体に優しいお酒です。もう見たからになんかすごいですけど、追い松酒造株式会社、こちらは三升って読むんでしょうかね。淡麗辛口、こっちはちょい芳醇な甘口、アルコール度 18.9 度、すごいですね。精米部合 70%。 お米を熟成させたらどんな味になるんですかね。 70% ってことは結構お米の味するでしょう。こっちは 60%。 吟醸並みですね。吟醸って書いてますね。純米吟醸。両方行ってみましょうか。仕事終わりのこれが楽しみです。ほんと熟成してる香りですね。いただきます。淡い味の甘口のお酒ですね。熟成してるんでもっと香りがあるんかと思いましたけど、お米の香りはありますけど、これ熟成してるから逆にお米のフレッシュな香りがなくなっちゃったのか、あんまりプーンって香ってくるお米の感じはしないですね。淡麗辛口いってみましょう。すっきり確定でしょうね。どちらが美味しいんでしょうか。いただきます。圧倒的にこっちの方が飲みやすいですね。米焼酎は9代目宮本は熟成された焼酎ですけど、それは本当に味わう感じで飲むこの芳醇な感じが出てましたが、そこまでこちらはそんな香り深いとかそういうのはないですね。日本酒は熟成させても、熟成のさせ方かもしれませんけど、ゆっくりちまちま味わいながら飲む感じでもない。個人的にはこっちでした。これがちっちゃいやつ。ディンキレ、ネズミゴチ。これが孫ち。これ孫ち。これが白いこち。吉野こち。もう身の色が違う。でこれが見とるやつ。稲ごち、メバチごち。では瓶切れからいってみましょう。六兵衛さんですね。ネズミごち。甘い。
めちゃくちゃうまい。ちょっと想像を超えてきました。もうこのまま優勝してしまうんじゃないかというぐらいビンキリ美味しかったです。まごちいきます。甘さでは勝てませんけど歯ごたえのもっちり感すごい。白こち吉野こちいきます。いただきます。吉野こち思ったほど悪くないですけど、ネズミごちビンキリに比べて甘み少なく、しかもはるかに少なく、まごちに比べてはるかに歯ごたえ少ないです。では稲ごちいきます。これも美味しいんですけどね。いただきます。この2つに劣る吉野ごちよりさらに劣る感じですね。やっぱり今日の優勝はビンキリでした。甘みが強い、歯ごたえもほどほどに良いということです。今回もご視聴ありがとうございました。もう一回まごちいってみよう。歯ごたえはまごちですね、やっぱ。